ヘローズ・オブ・サイレンス。チャプターやるよ。なんでうちと葵も呼んだ？私があかねちゃんとやろうと思って買ったんだけど、リッカちゃんも葵ちゃんとやろうと思ってカートに入れてたから、こうなった。翻訳とツッコミが外野に回るスタイルなだけですね。特に問題はないです。ジャンルはホラーだよ。かなり細かくカスタマイズできるのは好感度高い。明るさ変更もできるみたいだから、デフォルトの1から3へ変更しておくよ。それじゃあ始めよう。ああ、最初に見やすさ確認しながらの明るさ調整あったんだ。配慮がすごい親切だね。まあマックスで。医学部3年生のエマは、両親と犬のチャッキーと暮らしており、数日前に誘拐されたことを除けば平凡な女の子だ。そしてこれは、そんな彼女の物語である。脱出系か逃げる系っぽい。戦う系じゃないなら落ち着いて遊べていいね。刑務所。キッチンなしのワンルームにも見える。視界良好。100% 神ゲーやろこんなん。動ける。動けないホラゲーってあるの？ここ1週間に出た新着ホラーで2本はあったよ。動けるだけでルーゲーだよ。さて、二度寝はできなくて、外にも出れないや。これスマホかな？コミュニケーターを入手。1キーでクイック起動ができます。文字多い。患者 B の47。おめでとうございます。あなたは世界を変えるプロジェクトの一員です。行動矯正ブレスレットがあなたに装着されており、従わない場合や外そうとした場合には、致命的な威力の電気ショックが流れます。調整や倫理のための簡単なテストを行い、その後、あなたは自由になります。覚悟の準備はできていますか？イエスを押したよ。ありがとうございます。この通信機をお持ちください。新しいメッセージには指示が表示されますので、見逃さないようにしてください。何をするかわからないときは、最新のメッセージをお読みください。この部屋の鍵を開いたので、廊下を進み、B の15まで来てください。そこで追加の指示を受けることになります。話が長かったから部屋の探索は終わったよ。便器の中に鍵があっただけだね。きったねえ鍵、どこのか見当もつかない。左の文章は？エマ・ウィルソン、医学部3年生。数日前に誘拐され、しばらく意識不明の状態であちこちに移送され、目が覚めると牢屋のような奇妙な部屋にいた。状態、言語障害、目的、生き残る。どうやって生き残るのかはわからないけど、B の15に行けってメッセージだったから探そう。廊下はそこそこ暗いな。人感センサー？あ、ここだ。近くてわかりやすかったね。全体も調べたいところだけど、進めちゃおう。パソコン調べたらアイテム欄開いた。今は何もできなそうだね。引き出しに何かあるパターンじゃない？判定がないや。なら本棚のパターンじゃないかな。舐めるように見るぞ。アイテムかメモがあると予想するよ。なんもない。そっか。パソコンもう一つあるからこれ調べればいいのかな。部屋に着いたら指示を見るんやないんか。テストスタートできそうだし見なくていいよ別に。お、これは？謎解き。左のボタンを押したら右のバーが上下するね。一度全部押してどう動くかを確認してる？ゆかりに呼ぶか？いや、多分、解けた。嘘をつくな。4442。3343。4432。で、残りが全部1。もしかしてどこかでやったことあるの？学校でやらされた時期があるんだよ。健康状態を総合的に評価。最高にグッドだよ。前日と比較して、健康状態はどのように変化しましたか？前日を知らないんだけど。よかったでいいんじゃない？幻覚やその他の視覚障害はありますか？チェックが入らないんだけど進めるかな？画面が明るいからチェックが見にくくなってるんやないか？幻聴などの症状がありますか？選択肢が読めないんだけど。全部問題ありっぽいので重要じゃないかと。進めたからいいか。戻ればいいのかな？向かって左のノートパソコンに座り、テストセッションを終了します。やっぱり指示は来てたんだ。今日はここまで。部屋に戻ってください。また明日。つまり今から自由時間ってことだね。お、行けるところ多そう。鍵一つ持ってるからどれかは開きそうだね。あの汚い鍵のタグに B の17の1って書かれてたんだけど、それは B の17のことじゃないってことかな。開けないならそういうことなんだろうね。指示通りで余計なことしなくていい系かなこれ。おとなしく寝よ。指示通り動けばいいなら簡単そうだね。人生みたいだね。そこそこうるさかったな。目覚ましの合図。みたいだね。
確実に起きられそうだから音量には目をつぶるよ。何の本？リビーナだけは読める。特に意味はなさそう。指示は昨日と同じです。今日は何だろう。昨日スルーしたけど何の絵？あ、チェック可能だ。数字が書いてあるよ。一応覚えておこう。スクショは覚える気ないじゃん。便利なものは使うべきだよ。さて、今日は何でしょう？同じ？手数が7手になってるよ。マックスじゃなくて特定の数値で止めるパターンだね。これもどのボタンがどう動くのかが分かれば余裕だよ。同じような謎なら連発せずに時間を空けてほしかったね。2回ならいいと思うけど同じの続くと飽きちゃうのはわかるよ。これで把握できた。4445533。これで何を測られてるんだろう。正常かどうか。また同じ質問かな。同じだったからカットや。それでは、廊下の端にある B17 号室へ。行くしかないか。やれることもないしね。汚い鍵はこの部屋の中で使いそうだから、指示はスルーで探索をしちゃおう。鍵使いそうなのはロッカーかな。判定ない。指示出してきてるのって誘拐犯なのかな。誘拐されて救われた後に入院してる話じゃないのこれ。誘拐されたままどこか知らない場所にいる話じゃないのこれ。あ、ここで汚い鍵消化できた。いや、そんなことより認識合わせようや。眩しくて読めない。本当にやったのか？最低だ。お前のせいでジェイクとの賭けに負けた。$100だぞ、バカがよ。直読みじゃなくて文字表示できるのは助かった。明るすぎても文字が読めない罠があるなんてね。裏にも何か書いてある？いや、読み機能を押すと表のが表示されちゃうな。大事なこと書かれてるの？うっすらパスワードって見えるから大事そう。設定から今だけ暗くしよう。エスケープをしてもゲーム落ちないのすごい。ほんとすごいよ。マジで明るさトラップ仕掛けてあるのくさ。やあ、アーウィン、システムで自動承認できるようになったよ。パスワードは仮のものだから、できるだけ早く変更してな。このメッセージは機密だ。情報漏洩に気をつけてくれ。ユーザー ID とパスワードはメモったよ。メモったことを忘れちゃうから早く使いたい。白いところ見ると明るさ最大は眩しすぎるかも。いや、ちょうどいいよ。ちょうどいい。お、ここじゃない？はい。ロードあるんだ。16秒のロードは暇すぎだったよ。厳重なサーバーだからなのかな。これ読まなきゃダメです。文字多いな。取締役会からの命令。すべてのセキュリティ関係者、政府から我々の組織への関心が高まっていたので、昨日、緊急の取締役会が開かれた。その概要を以下に示す。研究所での家宅捜索の準備について、プロジェクト A、B、C の作業はすべて、秘密の地下施設、マウント IDA に移す。初めて耳にする人も多いだろうが、だからこそ秘密の施設なのだ。このプロジェクトに関わるすべての社員は常に管理下に置かれ、外部とのコミュニケーションは一切禁止される。デジタルデータも紙媒体も、あらゆるデータはこの施設から出してはならない。主な目的は、プロジェクトに関するさらなるリークを防ぐことです。シフトの増加により、全従業員が受ける悪影響を軽減するために、B1 ドラッグを服用する必要がある。やばいことしてて目をつけられたからもっと隠そうってことかな。ここは人の名前と経歴が列挙されてるだけですね。ヘイボス、仕入れ先を追跡しました。アレクサンダー・バーン。地元の学校の元体育教師。離婚して一人暮らし。法に触れることはなく、怪しげな人脈はない。どこからサンプルを入手したのか、私にはわからない。実際、会議の後、彼はアパートから出なかった。彼に圧をかけるべきですかね。見る項目が3つあるのなら、ディスク系アイテムを手に入れて徐々に効く方がいいや。ちょっと長すぎたね。あの部屋で体をスキャンした後に、部屋で寝て起きたのが今の状況です。夜なのか少し暗いね。これでも設定的には明るいんだから本当はどれだけ暗いんだろう。油断してた。体めっちゃビクってした。武器もないから逃げるしかない？行ける場所的に絶対行き止まりになるんだけど、ならばこそ攻める時なんじゃないかな。あ、なんかやばい。動けない。バッドエンド直行だ。あれ？夢だったパターンかな。オプションでノイズを小さくしたり無効にできます。特に気にならないや。走れなくなってることの方が気になる。やっぱり化け物がいたんだよ。あれもテストの一環でドッキリな説もあるよね。演技だとしたら神アクターだよそれ。ここに来たら思い出してちょっと怖い。てか体調悪そうだけどテスト受けなきゃいけないのかな。ああ、いつも通りだ。
同じ謎ならもう飽きたけどどうでしょう。同じ場所だから同じな予感がするよ。絵が変わってる？裏にまた数字とかあるけど見にくいな。9かな。一応覚えておく。は4444 533 2233だったよ。少しずつ変わってるけど同じ謎なのなんとかして。謎の後の質問は全部一番下の良くない系を選んだよ。それで昨日と同じく体のスキャンのために B17 へ。体調悪いって答えたけど、このスキャンで正しいか判断されたりするのかな。質問とスキャン結果が同じだったら話が進むとか。どうなんだろう。動けなくて情報も増えない時間が妙に長いの気になるな。寝て起きる時の暗転の方が気になるから、ここは別に。寝てからブザーが鳴るまでは15秒かかるのでカットしてます。キャビネットの中から黄色いボトルを見つけ服用する。その後、自分の部屋へ。場所はわかるけど開けてくれてる？鍵探さなくていいのは親切だね。下段の黄色いのじゃないのね。飲んだよ。飲んだけど回復してなくない？そういえば、飲めとは言われたけど治るとは言われてないね。悪い大人が出てくる漫画でよく見る手口だ。リアリティあっていいね。あ、走れるようになったから治ったっぽい。親切な指示だった。疑ってごめんだよ。指示にはちゃんと従って。今日はもう寝よう。やれることもないしね。さあ行こう。次は就寝カットしてくれな。やること変わった日なら一区切りとして長い暗転はあり。一つのショーが終わった時は一息つきたいもんね。でもまたテストか。同じじゃないといいね。30秒もあれば解けるから、ここまで来たら変わらないでほしいと思ってるぜ。また絵が変わってる？裏の数字をメモろう。あれ？ない？これまでの数字で全部ってこと？これから行く新しい部屋にあるとかかもね。絵以外に変わってるところとか。ないね。片方の引き出しだけ判定があるのは気になるんだけどね。さあ、やろうか。一回全部試して把握して終わり。444、542。少しだけ変わってはいたけど、30分同じことしかしてない気分になってるよ。シナリオに必要そうな情報は手に入ってるけど、メインシナリオが進んでる感は薄いかな。まだチャプター1だから導入部なのかもね。エマ、逃げないと殺されるぞ。テーブルの中にパントリー部屋の缶がある。そこの換気口からセクター C に入ることができる。そこで電気を遮断し、ブレスレットを無効化します。C01 号室にいる私を見つけて、ここから出してあげる。パスワード9183を覚えておいて。メッセージ相手が変わった？今までの人も悪い人じゃなさそうだったけど、どういうことだろう。電気流れる腕はつけてきたやつがいいやつでたまるか。薄暗いのも雰囲気いいね。中盤って感じだね。パントリーわかんないけど、開いてない扉3つだけだから触りに行こう。こういう時はコンパクトな作りなの助かるね。広いお屋敷みたいなのも好きだけどね。お、ここか。そういえばパントリーって何？ホラゲーなら収納部屋だと思っておけばいいよ。へえ、万能ワードだね。C でしゃがむって左下にチップスが出たから、適宜しゃがみながら探索するよ。マウスクリックでのズームも使っていこうね。エマは言語障害持ってるみたいだけど、医学生としての知識は活用できるのかな？前日みたいな健康状態になった時用のからのスプレーを入手。回復薬でも作れたら嬉しい。バトルものなのかなこれ。一応キーコンフィグに戦う系の設定はあったよ。スプレーと開かないロッカーと、ここに判定があるね。これが通風口なのかな？天井近くのイメージあったよ。くっそうるさい上に、ダッシュもなしに1分歩かされたからカットや。一応右上に置いとくわ。やっと出られた。ファンの回る音大きすぎたけど、ギリ許容できたからいいや。面白そうなギミックありそうな部屋だ。釣り天井？いや天秤っぽい。壁に数字あるけど、何したらいいかわかんないな。絵の裏にあった数字使うとか？ああ、忘れた。私も覚えてない。上からどういう状態なのか確認したら、何かしらわかるはず。赤いと不穏な感じがするよ。
人感センサーで照明を制御。ハイテクだね。ずっといたら電気消されそう。別に触れないや。でも目もあるよ。押すなって書かれてたら押したくなる。でもそもそも判定がないからこのメモは謎。謎なら解かなきゃね。アナグラムになってるとかかな。冗談言ってるけど本当に判定ないの困ったな。こっち動かしてからなんじゃない？やっぱり天秤か。もう一回作動させたら釣り合いの固定かなと思ったけど無理みたい。まあどっちかを床につくように物を乗せるんだろうね。近くにそれ用みたいなの置かれてるしね。スリーポイントシュートだね。余裕。いやこれボール並みに跳ねる。最後の1個なんだけど全然乗らなかったね。箱が跳ねすぎて難しかった。これ右のボタンはリセットだったりしないの？右も左も意味ないのね。下から投げて乗るのかなこれ。下から投げても届いたけど上から投げた時に一つも乗ってなかったら積んでたと思うくらいには面倒だったよ。って何かあった？何もないな。これからこっちを軽くして向こうを下げるとかだと思うけど周りをもうちょい調べとく。上の方にも数字あるね。箱ぶつけるとか？あの高さは難しすぎる。お、ナンバーロック？メッセージに忘れるなって書かれてたパスワードじゃないかな。チェックが反応しない。これボタンに合わせなきゃ反応しないのか。チェックでズームアップされて点キーで打つのじゃないといざという時のしらみつぶしが面倒かも。早い段階で根性解決を想定しないで。メッセージのパスじゃないなこれ。他だと絵の裏の数字とか。いやこれ6桁打てるや。まだ無理なのかな。6桁は根性でもきついな。てか案の定止まってたら電気消されたし。トイレかな。数字だとこの部屋の壁のが気になるけど判定ないしな。スルーする？先進めるみたいだし行っちゃおう。薄暗いのに落ち着く。赤い部屋に長いこといたからね。方向的にこっちの扉は向こうの廊下かな。開いてる扉見えるから合ってるっぽい。じゃあ行かなくて済むね。行かなきゃいけない時用に開けておきたいけどね。セクター C はこの向こうみたいだ。パスワードはもう知ってるから行こ他に鍵が3本必要みたい。う。道は長いね。集めてここに刺したらパスを入力できるようになるんだろうね。受付のメモはやること書いてありそう。文章の量やった？ 5 個に分かれてるなら5箇所に分散させておいてよ。それはそれで覚えられないからだるいやろ。読むからその間に探索終わらせちゃって。実験報告書案。実験で明らかになったのは患者の脳内物質がある一定の濃度に達すると周囲の人間にも影響を及ぼし始めること。従業員からは頭痛、意識障害、イライラ、睡眠障害などが報告されています。グレーのマスターキーとセキュリティキーを手に入れたよ。職場で意識を失い、目が覚めた時には会話もできなくなっていた事例が報告されている。脳への物理的損傷は認められなかった。病状は現在調査中である。私はこの影響をシグナルと呼んでいます。密閉された部屋や遮蔽物でもシグナルの拡散を止めることはできない。患者と直接接触をしていない隣の部屋で仕事をしている人もその影響を受けてしまう。データディスクゲット。どこかで中身見なきゃだね。序盤のテストルームのパソコンに戻れれば見れそう。距離が長くなるにつれ物質は減少していきます。100メートル以上の距離にいる職員は健康状態に何の変化も感じなかった。4時間シフト制の導入後、スタッフへの悪影響は全て消えた。また、一部の抗うつ剤には症状を抑制する効果があることが確認されている。空のスプレーが液体窒素スプレーになったよ。何に使うんだろう。パントリー部屋の開かなかったロッカーの鍵壊せそう。シグナルの物理的な性質を決定することはまだできない。どんな機器でも検出することができないのだ。そして、人間への影響の結果だけで、その存在を判断することができる。異常な脳活動の分析を添付。以上が、さっきの紙の内容だよ。見えない物質が悪影響を及ぼすから、研究してるってこと？エマはどういう立場なんだろう。なんか開いたからデータディスク見に行こう。テストルームのパソコン前まで来たよ。ずっと気になってたパソコンだね。読みにくいのと読まなくていいので読まないです。いいの？下の方読みにくいから読みたくないです。序盤のパソコンと違って角度が悪いのと
メモと違ってポップしてくれないから仕方ないね。こっちの荷物を全部下ろして向こうを重くしてみる。ついでに壁に荷物を当ててみたけど意味はなかったよ。普通にチェックするのは判定がないよ。で全部下ろしたら少し降りてきてくれたからどんどん荷物を積んでいくよ。やっぱり鍵あるか。17の 2？ 体をスキャンする部屋だね。鍵付きは田中キャビネットだ。お、マスターキー。あと1個だね。多分パントリーのロッカーだから開けに行くよ。ここの鍵を壊す。よっしゃ、これで鍵は揃ったね。パスワードももう分かってるから鍵を挿してパス入れたら進める。あの赤い部屋の箱と数字だけは未だに謎だけどね。おまけ要素だったのかな。実質の隣がずっと開いてないからそこの鍵だったりするかもね。でもまあいいや。少し疲れてきてるもんね。いまいち何したらクリアなのかつかめてないからね。あ、ここあのメッセージの人が待ってる部屋じゃない？セクター C の C01 だからそうだね。閉じ込められたんだけど。マナ、この絵は判定ない。テストルームの絵の裏の数字も何だったんだろう。思ってるよりやり残してることは多いや。マルチエンディングなのかな。ストアには書いてなかったし実績もないからわかんない。まあセーブ機能ないからやるとしたらやり直しになるからもう一回はやらないかな。てか本当にここで何をすればいいかわからない。患者さん、完遂おめでとうございます。次に進む準備はできています。テストセッションを終了します。メッセージ的にはここで終わりっぽいけど。遅いよ全く。待ってるというか待っててってことだったんだね。登場に時間かかりすぎで怖くはないや。びっくり系じゃないのは助かるけどね。かわいそうな子。この世界はあなたに残酷だった。抵抗しないで、あなたの力を貸して、私たちの一部になってください。私たちは一緒にそれを貪ります。跡形もなく、残酷で醜悪な全てを。大いなる静寂が訪れ、誰も私たちを止められない。バッドエンドっぽい。それも一つのクリアだよ。ぬるっと終わったな。エマの物語はここで終わる。しかし、この世界の物語は終わらない。あとは、これが第一章であることと、クリアしてくれてありがとう。フィードバック募集。続きが出てくるかや、内容はあなた次第。みたいなこと書かれてますね。赤い部屋の箱とテストルームの絵は少し調べてみたけど、バーのパズルで投げてたり、バグで積んだ動画しかなかったから、わからんで。まあクリアできたからいいや。あんまり怖くなかったね。謎解きは後半は良かったけど、前半に同じ種類のが連続するのは良くないのと、文章は量が多いなら分割してって思ったよ。アーリーじゃないからフィードバックはしないけどね。私は次のチャプターが来ても買わないかな。設定項目とシナリオがしっかりしてたのは良かったけど、これが定価700円かって気持ちはあるね。一応セールで560円だったよ。まあ買わない理由は他にもあるけど、飲み込んどく。次のゲームは少し暗くても移動時間と待機時間が短いのにしようっと。それじゃあね。チャンネル登録とかグッドボタンもよければお願いします。それではご視聴ありがとうございました。